皆さんこんにちは、フーディーボーイです。今回も皆さんに大人気の超高級なお寿司屋さんを紹介するシリーズです。大人気といっても、もしかしたら皆さんの中には高級寿司なんてみんな豊洲で同じように仕入れてるんだから、どこも似たようなもんでしょって思ってる方もいるかもしれません。ですが今回は食べたら寿司の概念が変わると言われている熟成寿司の名店、寿司木村さんというすごいお店を紹介していきたいと思います。こちらはミシュラン2つ星で、食べログもシルバー賞という高評価で、当然のように超予約困難なお店です。僕も初めに行きたいと思ってから予約が取れるまで1年ぐらいかかりました。ですがそこまでしてでも行くべきだと思った理由は3つあります。1つ目は熟成を極めているからです。最近では魚の熟成っていろんなところでよく聞きますし、熟成寿司もそこまで珍しくなくなってきている気はします。ですがこちらの木村さんは次元が違います。そもそも熟成できる魚っていうのは、臭みの原因となる余計な血がしっかり血抜きされていたり、魚の身が傷つかないように暴れさせないで締めていたり、そもそも非常に状態が良くて価値の高い魚です。そんないい魚を仕入れた上で、経験に基づく熟成の技術が必要だそうです。どういうことかというと、例えば同じ種類の同じ大きさの魚でも、それぞれが持っている旨味のポテンシャルは違うそうで、旨味を最大限引き出すための日数を計算して管理する技術が必要らしいです。ちなみに実は木村さんは熟成寿司には偶然出会っているみたいです。どうやらもともと独立してから約6年間は全く売れない時期が続いたそうです。そんな中で腐りかけの島味があったらしく、もったいないので表面を切って中心を食べてみたらとても美味しかったそうで、そこから熟成というものに可能性を見出して研究を重ねられているそうですね。まさに熟成寿司のパイオニアで、経験値のレベルが全然違うんでしょうね。2点目は進化し続けているからです。かれこれ4年ほど通わせていただいているのですが、毎回レベルアップしています。例えばワインは1年ぐらい前にはシャンパンしかなかったですが、今は白ワインと赤ワインもあります。他にも発酵の勉強されてメニューに取り入れたり、このレベルまで上り詰めてもまだまだ研究熱心なのはすごいですね。季節によっても変わるし、月日が経てばいい意味で変わっていくので、美味しかったけど1回行けば満足かなという感じではなく、頑張っていつまでも通いたくなるお店だなと思いました。3点目は寿司に向き合うための工夫がされているからです。お店の場所が二子玉川という場所にあって、銀座や六本木という高級寿司がたくさんありそうな場所に比べて、立地やアクセスは少し悪いです。しかしあえてこの立地にすることで、接待とかではなくて純粋に木村さんの寿司を食べてみたいと、寿司に向き合ってくれるお客さんが集まるお店にしたかったそうです。これは寿司が本当に好きな人にはたまらない考え方ですね。ちなみにそうは言っても肩肘張るような張り詰めた空気とかでは全くなくて、和やかで落ち着いて食べられる最高の雰囲気です。これは実際に行ったことのある人なら納得ではないでしょうか。そんな木村さんで実際にどんなメニューが出てくるのか、どれぐらい美味しいのか、その日いただいた全メニューを紹介していこうと思います。まずはホッキ貝のスープ、旨味がぐっと凝縮されていて、ホッキ貝の甘みも漂いますね。口当たりはとても優しくて五臓六腑に染み渡るような感覚ですが、旨味が後から押し寄せてくるような感じです。いい感じに胃が整いますが、旨味が強いのでもうすでにお酒を飲みたくなってきますね。次はアオリイカ。こちらは塩で締めてから1週間寝かせて、この子、つまりナマコの卵巣と和えてあります。いきなり旨味が最高に強いものが出てきましたね。イカの甘みと旨味、この子の華やかな旨味が共存しています。また福井の寒南馬という柚子と唐辛子を使った調味料も使っていて、爽やかなピリ辛さもあります。素材の旨味だけでも複雑なのに、調味料までも複雑でいろんな味が口の中で楽しめるのはすごいですね。次はサバ。こちらのサバはなんと2年熟成です。どういうことかというと、1年間塩漬けして、その後さらに1年間ぬか漬けしたサバを刻んで、ブルーチーズと蜂蜜で和えているそうです。それだけ熟成しているのもあってか、ブルーチーズや蜂蜜に隠れることなく、しっかりと強いサバの旨味がありました。またブルーチーズは上質なものを使っているからか、合わせ方がいいからか、青カビ独特の臭みが全然ないのはすごいですね。蜂蜜も上品な甘さなので、他の食材を邪魔せずに酒が進むつまみになっています。次はあん肝。こちらは3年発酵した唐辛子と柔らかいカシューナッツを混ぜてあります。あん肝は4日間かけて血を全部取り除いてから裏ごししています。なので当然臭みは全くなく、えぐみゼロでピュアなあん肝の旨味が滑らかな舌触りとともに味わえます。唐辛子とカシューナッツによってピリ辛で少しエスニックなニュアンスもあって、他のお寿司屋さんや日本料理屋さんでは絶対に食べられないここならではの味わいがいいですね。次はタラの白子そば。プリン体と旨味たっぷり系の素材と合わせるそばはこちらの名物です。過去にはウニそばやこのこそばといったメニューもいただきました。白子
子は裏ごししているらしく、よどみのないピュアな旨味と滑らかな食感が特徴的です。また、加熱した白子独特の白身魚の旨味を凝縮したかのような芳醇な香りも最高ですね。さらに、カンボジア産の胡椒もアクセントとしてかけられており、香り高さがもう一段階あります。これだけ酒が進む味わいのそばというのも珍しいのではないでしょうか。次は牡蠣のリゾット。こちらは牡蠣を茹でた時の出汁だけを使って、そこに生米を入れて作っているそうです。生米から作る上に大粒なお米なので、芯に歯ごたえがあって本場らしい食べ応えのあるリゾットの食感です。また、ただでさえお米に牡蠣の出汁が浸透していて、牡蠣の旨味たっぷりなリゾットですが、牡蠣はさらに藁でいぶすことで香ばしいアロマをまとわせていて、香りと旨味ともに抜群です。ちなみにイタリアから仕入れたバターも使用しているそうで、使う素材がグローバルですね。次はトラフグの白子。こちらはなんと8時間もかけて身と骨と皮の全部を使って出汁を取っているそうです。そこにトロトロクリーミーで濃厚な味わいの焼いた白子を入れています。ただでさえ高級食材のトラフグですが、その身と皮は普通に過食部位なのに、それを出汁にしちゃうのは超贅沢ですね。贅沢な素材の使い方と長時間かけているだけあってか、今まで体験したことがないぐらい凝縮された力強いフグの旨味をスープで味わえます。普通のフグ屋さんでフルコースを食べてもこれだけフグらしい強い旨味を感じられることはあまりないと思います。よくフグの刺身とかポン酢の味しかしなかったよっていう人もいますが、そういう人がこれを食べたらびっくりするでしょうね。白子を割ってこの出汁にたっぷりくぐらせてから食べるのも最高ですね。つまみの最後はワタリガニのケジャン。木村さんのスペシャリテですね。ケジャンというのは生のカニを甘辛いタレなどに漬け込んだ韓国の料理のことです。こちらではブランデー漬けにしてあります。そしてカニはなんと45日間熟成しています。こちらは生きたままの状態のカニをさばいて一旦塩漬けにして塩抜きした後にブランデーソースと塩辛と山椒に1ヶ月ほど漬け込んでいるそうです。世界一のケジャンという人もいるそうで、僕もこれほど美味しいケジャンは食べたことがないです。むしろここより美味しいケジャンが食べられるところがあるかもしれないと思った人はぜひコメント欄から教えてほしいです。高級店ですが本能のままに豪快に手でかぶりつくことが許されています。なのでこの瞬間は皆さん無心でむしゃぶりついて静かになりますね。味わいとしては生のカニの身は熟成したことでプリプリでみずみずしいといった食感ではなく、官能的とも言えるぐらいトロトロの食感でカニの甘みと旨みが最高に引き出されていました。またカニ味噌の部分は脳を突き抜けるかのごとく刺激的な旨みでしたね。他にもオレンジ色のこちらの卵の部分は独特で華やかな旨みがあってブランデーのソースとも抜群の相性です。最後に卵黄を混ぜた酢飯と残りのソースを混ぜてカニの旨みたっぷりのソースを余すことなくいただきます。この時点で満足感は半端ない上に酒の進むつまみによって超いい気分ですが、これからいよいよ握りが出てきます。まずはシャリだけの海苔巻きでテイスティングです。粒立ちが大きくはっきりしていて粘り気が少なくパラッとほどけるような食感で少し固めに炊いてあるのが特徴的だと思いました。熟成された魚の歯ごたえはあまりなくてねっとりと舌に絡みつくような濃厚な味わいで、プリプリした弾けるような新鮮な魚を食べるのとは対照的な食感です。なのでこの大粒で固めのシャリがその歯ごたえを補ってくれるように計算されています。ちなみに使用しているお米は岩手県の遠野4号というものです。無肥料で無農薬の完全に自然栽培で作られているそうです。また寿司酢は京都の飯尾醸造さんというところの富士酢をメインにブレンドした赤酢です。食べた瞬間に鼻から抜ける香り高さが特徴的で、お店に入る瞬間からも芳醇な赤酢の香りが漂うほどです。基本的に熟成したネタの旨味がめちゃくちゃ強いので、これぐらい赤酢の存在感があってもちょうどいい味わいです。ちなみに木村さんではシャリに合わせて選んだ山梨の赤ワインがあり、こちらが驚くほど握りと合います。赤ワインなんかと合わせちゃったら寿司ネタの旨味やシャリの香りの余韻を洗い流すように消してしまいそうですが、これが不思議と全く邪魔することなく軽やかにほんのりと果実味やオークっぽさが乗っかるような味わいです。グラスから頼めるので気になる方はぜひ1回でいいので試してみてほしいですね。まずは古代。こちらは1週間熟成のようです。筋目してありますが表面に軽く酸味を感じる程度です。ふわふわとした軽い食感ですが肉厚で古代の華やかな甘さと旨味を口いっぱいに感じられます。次はシマエビ。こちらは4日間熟成ですね。溶けて消えてしまうのではないかと思うぐらいトロットロの食感です。固めで食べ応えのあるシャリのおかげですぐなくなってしまうわけではなく、口の中でシマエ
エビの美味しさがずっと残ってくれます。普通の新鮮な島エビと比べると甘みがとても強いのが特徴的ですね。これはシャリの赤酢の酸味と対照的で甘みが強調されている感じがしました。こんなに美味しく島エビを食べられるのは驚きですね。次はサヨリ。こちらは1週間熟成です。透明で綺麗な見た目をしているので知らない方もいるかもしれませんが、サヨリは実は青魚なので本来傷みやすくてすぐ腐ります。それを1週間も熟成しているのはすごいことですね。しかも過食部位が結構少ないのでかける手間に対するリターンが少ないように感じますが、それをわざわざ熟成して仕込むのはさらにすごいですね。味わいとしては余計な雑味は全く感じず、サヨリのうまい部分だけを抜き取って強くしたかのような透き通る旨味です。また身は肉厚でブリブリとしているので、おそらく缶抜きと言われるサヨリの大きなものを使っていると思われます。次はカワハギ。こちらはこのお店の名物ですね。シャリとネタの間に肝を挟んであります。7日間も身と肝の両方を熟成しているらしく、口に入れた瞬間に肝の旨味が爆発します。肝は下処理が超丁寧で、血の臭みとかは全くなくて、ウニみたいにクリーミーで滑らかですが、ウニよりも旨味が強いです。また身の部分はねっとりとしていて、白身の旨味がしっかり感じられます。脳を突き抜けるように旨味が爆発しますが、ネギが間に挟んであって少し爽やかなアクセントもあってちょうどいいです。次はホッキ貝。貝類は熟成しても旨味が伸びないそうですが、こちらは熟成ではなく仕込みのために3日間かけて下処理をしているそうです。インパクトのある見た目通り、肉厚で食べ応えが抜群です。これだけ大きな貝とシャリで口いっぱいになるのは、普通だったら磯臭くなって苦手っていう人もいるかもしれません。ですが、その貝の磯臭さは全くなくて、貝の甘みだけが前面に出ているといった味わいです。これもまたシャリの赤酢の酸味とは全く対照的で甘みが強調されます。次は金目鯛。こちらは14日間熟成で大量に脂が乗っています。油自体は口どけも良くて、熟成によって旨味も強くなっているので、口に入れた瞬間すぐに表面の脂のトロットロの食感と鮮烈な旨味が駆け巡ります。その後はちょっとずつゆっくりと身の脂が溶けながら、シャリと混ぜ合わさっていく感覚を味わいます。これだけ旨味が強くて脂も大量だと、余韻も長続きして最高ですね。次は藁焼きのカツオ。こちらは7日間熟成です。食べる前から藁の強烈な香ばしさを感じます。実際に食べてみると食感としては歯ごたえがもちっとしているのが特徴的でした。これも熟成によるものなのですかね。またカツオの酸味はまろやかになっていて、際立った鉄分っぽさもあまりなくて、カツオの旨味が引き出されています。間にみょうがとネギを挟むことで爽やかなアクセントもあります。これはもう赤ワインとの相性が抜群でしたね。次はミル貝。こちらはシャキシャキとした噛み応えで爽快感のある食感です。こちらも先ほどのホッキ貝と同じく貝本来の甘みが強くて磯臭さは全くありません。ホッキ貝と違うのはホッキ貝の方が肉厚ですが、こちらの方が噛み応えがあるので長く咀嚼していられますね。そして貝類に赤ワインは絶対に合わないと思ってましたが、不思議と赤ワインとの相性が良くてびっくりしました。貝の甘みを邪魔せずにふわっと果実味だけが乗っかってくるというような味わいでしたね。次はミンククジラの尾の身。こちらは10日熟成したものです。なかなか流通しないクジラの身ですが、肉々しい赤身の旨味と脂の旨味の両方がギュッと詰まっています。見た目は完全に肉寿司ですが、例えるなら和牛と中トロの間を取ったかのような味わいですね。咀嚼すると脂がとろけて、シャリの酸味をまろやかに包み込むような感覚です。クジラってこんなに美味しかったっけという不思議な感覚になるぐらい、クジラ独特の癖は全く感じません。次はイワシ。こちらは7日間熟成で筋目にしてあります。赤酢と混ざって金色に輝くイワシは美しいですね。しかもネタはかなり大ぶりで食べ応えが抜群です。古代などよりは結構強めに筋目がしてあるので、食べた瞬間は酸味のパンチが強めですが、旨味の強い脂身がその後一気に溶け出すので、鮮烈な酸味がまろやかに変化しながら調和されていく感じが楽しめます。身からトロトロの脂が溶け出していく感覚は官能的にすら感じますね。また酸味が強いからかこちらも赤ワインにめちゃくちゃ合いますね。次はマカジキ。こちらはなんと最大60日間ほど熟成させる木村さんのスペシャリテですね。2ヶ月は信じられないですね。熟成期間に若干の差はあれども毎回必ず出てくるネタです。60日間も熟成しているため、7キロぐらいのマカジキから使用できる部分として残るのはわずか1キロ程度だそうです。色は明らかに普通のマカジキとは違うのがわかりますね。口に入れて噛んでいると油断したら一瞬で溶けてなくなってしまうので、ゆっくりと静かに集中して食べるのをおすすめします。生の魚の味としては経験したことのないような魚とは別物というぐらいの強い旨味があります。いろんな例えをする人がいるのですが、僕はまるでチーズやナッツやコーヒーのように深いコクのある旨味だなと思いました。食べ終わった後もしばらくその旨味は余韻として残ってくれます。
次はハマグリ。こちらは爪という甘いタレではなく、山椒が上にかけてあって、爽やかかつ最後まで酒のつまみになるような味わいに仕上げられています。甘い煮汁を使っているわけではないので、貝の出汁のような優しい旨味と甘みがじんわり広がる味わいです。また、こちらも他の貝ネタと同様、肉厚で食べ応えがいいのですが、食べづらいといった感覚はなくて、おそらく包丁が綺麗に入っているからか、歯切れが良くて心地いい食べやすさもあります。たまに大きなハマグリを出すところで、あれ、永遠に噛み切れないなというハマグリもあるかと思いますが、こちらは全然違いますね。次は玉。薄焼き卵を握りにしてますね。シャリの酸味とほんのりとした卵の甘みがいい感じに調和されています。しかもなんとも贅沢なことに3週間寝かせた甘鯛のすり身が練り込んであるらしく、ふわっと魚の旨味を感じられるのも最高ですね。最後はいなり寿司。こちらは最近やり始めた寿司木村さんの新しいスペシャリテと評判の一品です。お揚げが非常に特徴的で甘さ控えめの出汁をたっぷり吸っていて超ジューシーです。出汁の旨味がじゅわっと溢れていきながら独特の噛み応えもあります。またシャリに混ざっているガリの酸味と食感やごまもいいアクセントになっていて、一口で色々な表情を楽しむことができるネタとなっています。ちなみにこちらはお土産用に買って帰ることもできて、翌日の朝に思い出しながら幸せな気分で一日をスタートすることができます。デザートはブランデーのジェラート。これはさすがにもちろん熟成はしてありませんね。むしろミルクの濃厚な味わいがする作りたての自家製ジェラートです。提供するタイミングに合わせて20分前にマシンを回し始めるそうです。ストレートで飲んだ時のブランデーの喉に突っかかるような感じは全くなくて、まろやかな味わいになっていて、ふわっと深みのある華やかな香りが漂います。最後まで抜群の食べ応えでたまらないですね。以上が今回いただいた全メニューでした。つまみを8品、握りを15貫で33,000円のお任せコースでした。お酒も入れると約4万円で、今までのお寿司屋さんの中でもトップクラスにお高いと思います。ですが私はこちらはコスパ的にも行く価値ありだと思いました。ここでいうコスパというのは、ただ単に安くお腹いっぱいになれるかどうかという意味ではなく、体験価値としての満足度に対しての価格という意味です。よく高くて美味しいのは当たり前じゃんという人もいますが、そういうことではありません。ただ高級食材を使っているだけだとか、よく見るありふれた高級寿司を食べたという感覚では全くなくて、唯一無二の木村といういい意味で寿司とはかけ離れたジャンルの最高の料理を食べたという感覚です。以前紹介した天ぷら日本一と言われているこちらの新留さんでも、普通の天ぷらとはかけ離れすぎていて、天ぷらを食べたいから行くという感覚ではなく、唯一無二の最高の料理を食べに行く感覚という話をしましたが、それに似ているかもしれません。逆に想像できる王道な高級寿司が食べたいという人だったり、高級寿司デビューしますっていう人は、もしかしたらイメージとは異なっちゃうかもしれませんね。また食材に膨大な時間をかけているということもコストだと考えたら、コスパは超高いと言えちゃうのではないでしょうか。人件費もタダじゃないので、まさに時は金なりですね。熟成で言えば握りだと最大2ヶ月、つまみだと2年という時間をかけて完成されるものもあります。しかも貝類などの熟成を伴わないものでも、仕込むのに3日4日かけて手間暇を惜しんでいません。それだけかけている時間を金額換算したらとんでもない額になるのではないでしょうか。そう考えると唯一無二の体験価値を考慮しなくてもコスパはむしろいいような気がします。唯一無二で最高峰の寿司とつまみで酔いしれてみたいという方はぜひ予約をトライされてみてはいかがでしょうか。美味しそうだな、行ってみたいなと思った方は高評価をお願いします。またこのチャンネルを応援したい、もしくはもっと今回みたいな動画を見てみたいと思ってくれた方は、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。